こんにちは。今日は、最近始めたいい習慣っていうことについてお話ししていこうと思うんですけど、なんかみんないい習慣ってある？なんか運動をするとかさ、健康な料理自分で作って食べるとか、まあ運動好きな人とかさ、料理好きな人やったらいいけど、なんかちょっと頑張らなあかん習慣とかあるやん。でもいい習慣やから続けるっていうそういう習慣僕あって、最近始めた僕のいい習慣っていうのがペンで紙に書くことやねんな。なんかさ学生の時とかやったらさ先生の言ってることメモするとか黒板とかホワイトボードに書いてることをメモするみたいなあったけど、大人になってなんかマジで書くことなく、書くチャンスなくなるやん。まあもちろんタイピングの方が早いし便利やからそっちの方をするんやけど、最近僕は逆に紙に書くっていうことを始めて、それがめっちゃ良かったから話したいなって思ってるんやけど、なんか前はさスマホで今日の予定、今日はここに行くとかそういうのをカレンダーに書いてたり、しやなあかんことをメモに書くとかそういうことをしててんけど、でもなんかスマホで書いたらさ、あのなんかちょっとメールチェックしちゃったり YouTube 見ちゃったりLINE の通知来たりとかさ、そういうのあって、まあ結局なんかほんまに自分がしやなあかんことは予定書くだけやのに、なんかちょっと違うこと、YouTube 見ちゃうとかそういうのがあるから、まあんまり良くないかなって思っててんけど、まあ、なかなかやめられへんかって、でなんかなかなかやめられへんかった理由っていうのが、なんか子供の時からデジタルのもんってめっちゃかっこいいと思っててんな。なんかさビジネスマンとかさ、そのサラリーマンの人がそのアップルウォッチ見ながら今日何するとか全部スマホで予定確認したりパソコンカタカタやってんのがかっこいいと思ってたから、自分もなんか大人になったらそういう感じにしようと思って大学生ぐらいの時から、まあ、スマホとパソコンだけでカレンダーに書いたり、そういう自分の知らなあかんこと書いたりしててんけど、でもね結局ねかっこいいイメージだけやったんですね。僕そんなになんかすごい人間じゃないからさ、その YouTube がスマホの中にあったら YouTube 見ちゃうんよね。そう YouTube でショーツ見たらさ、なんか30分ぐらいすぐになくなるやん。だからまあ、これあかんと思ってやめようって思って、まあ、これ実はここにあるのペンやねんけど、これなんぼやったと思う？これなんかここにさマグネットついてて、これマイクアームやねんけど、ここにつけれるっていう。で書きたい時にいつでも書ける。でこれ100円、めっちゃ安くない？めっちゃいい買い物やったと思ってんねんけど、まあ、ダイソーで100円で売ってた、マグネット付きのペンで、ここに紙があんねんな。コピー用紙やねんけど、ここに紙があって、なんか自分の考えてること書いたり、もちろん今日の予定書いたり、何かな、しやなあかんこと書いたりすんねんな。ほんまにめっちゃ簡単で、これ今日僕5時に起きてんけど、ここにこれめっちゃ汚いけど、レッスンもう6時から、11時まで、まあ、レッスンあって、でその後で、なんて書いてる？昼ご飯かな。昼ご飯、食べて、でその後でファイル移すって書いてるねんけど、これは僕最近NAS っていう、ネットワークアタッチドストレージっていうなんか新しいなんか Google ドライブみたいなまあ、新しいそのストレージ、データのストレージを買ってんけど、でそれに今いっぱいファイル移してて、でそれめっちゃ時間かかんねやん。だから、まあ、2時間ファイル移すっていうのを昼ご飯からやってて、で、次この、まあ、ピントあったね。ポッドキャスト撮るって、まあ、2時から5時までポッドキャスト撮るっていう、まあ、もちろんこれ1回1つ撮るんじゃなくて、1日にまあ2本3本ぐらいポッドキャスト撮るから2、3時間ぐらいかかっ
て、で次がまあ編集とアップロードかな。で、その下に晩飯って書いて、で最後またファイル移す、で風呂。めっちゃ簡単やけど、簡単に書くから突然なんか違う予定とか入ってもあのすぐに入れられるようにっていうので、まあ、一応簡単に書いてるけど、これがマジでよくて、これやってない人試してほしいねんけど、なんかメリットがいろいろあって、まずね、書いたらやっぱり覚えやすいんよね。なんかさ、スマホとかパソコンで予定作る時ってさ、コピーペーストめっちゃ使うやん。この予定を、来週にコピーしてとか、この文を違うところにコピーしてペーストするみたいな、それめっちゃ使うけど、書く時はもちろんそういうことできひんのよね。だからやっぱり書いたらこれしなきゃいけないってしなあかんって、なんかもっと覚えれる感じがするんよね。でもう一つがすぐに捨てれる、このさっきさ見せた予定表、これもさ僕今日の夜に捨てんのよね。スマホでやってたらさ、例えば今日しやなあかんことみたいなメモ、あのもちろん、まあ、自分ですぐに消せるし、なんかゴミ箱マークみたいなの押したら消せるけど、みんな消さへんくない？僕全然消さへんのよ。なんか後で必要かなとか思ったり、なんかめんどくさくなって、そのスマホでいろいろ書いてる時はあんまり捨てへんねんな。でもその紙やったらさ、もう終わってゴミ箱捨てるだけやから、なんか終わった、もう何も考えなくていいっていう感じがあるし、しやなあかんことだけじゃなくて、買わなあかんもんとか、買いたいもんとか、そういうのとか、スマホでやったらね、やっぱりスマホを開いたらもう自動的に YouTube 見て YouTube ショーツを30分見るっていう、なんか悪い、サイクルみたいなのがあるから、やっぱ紙に書くのめっちゃ良かった。で、まあ、最後は考えることが少なくなるってことかな。一つ一つすることに集中できるっていうので、なんか何もそう予定がないとか、なんとなく買いたいもの、例えばなんか歯ブラシ買わなあかんって思って、で後でメモしようって思って他の仕事とかしてたら、歯ブラシを買わなあかんかったことを忘れるやん。だからそれ忘れる前に、もうここにペンあるから、ここにペンあって、で紙取って歯ブラシって書くだけで後で思い出せるっていう。予定書いてなかったら今日は、ファイル移すのちょっとやめてゲームしようとか、なんかちょっと思って予定がぐちゃぐちゃになることあるんやけど、僕ほんまマルチタスクめっちゃ苦手で、なんかゲーム始めたら座ってゲーム始めて、でもご飯もトイレも行かずにもう10時間ぐらいずっとゲームしてる時あんねんな。でそれってめっちゃ健康に悪いやん。トイレとかお腹すくけどもうゲームしたいって思っちゃうっていう。他のその視野なあかんこと、なんかファイル移すとかさ、もっと大切なことをできなくてまあ、ゲームだけやっちゃうっていう、そういうマルチタスクが苦手やからこそ、今日は2時間、ファイルを移して、でその後で2時間ゲームしようとか、そういうのもしやすくなった気がします。でまあまあ、結局何が言いたかったかというと、紙に書くのがおすすめなんですね。今はもしそのスマホで全部カレンダーとか作ってるなら、まあ、この紙に書くっていうのをちょっとやってみるといいかもしれません。じゃあ、そんな感じで今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。